自し揺るぎない信念を持ち、それを他の人間にまで感染させる。俺もまた感化されたようだ。君はどうだ？信じるか。信じる対象があれば人は強くなれる。だが最も強く信じなければならないのは自分自身かもしれないぞ。全てを失ってなお踏み出さねばならない時、それが必要になる。取り留めのない話になってしまったな。死ぬに死ねなかった男のざれ言だと思ってくれ。まさかスザク君がユーフェミア公女殿下の騎士になるなんてね。同じ生徒会の俺たちも鼻が高いよな。リバルは全然関係ないじゃない。そりゃそうだけどさ。どうしたの？もっと喜びなさいよ。表情硬いわよ。ほらカレンもってあれ？どうかしたの？パーティーまでに仲直りしておくんだぞ。ゼロは私が守る。この月下という機体、強いな。同感だ。設計者はあのラクシャータという女性だろう。どうりでな。ブリタニアのナイトメアよりもしっくりくるのは設計者の文化圏が影響しているのかもしれん。人も物も根になる文化からはなかなか逃れられないものさ。この俺も例外ではない。日本人であること、日本のために戦う軍人であること、逃れられんよ。なかなかな。俺は最近悩んでいることがある。お前とスザク、どちらが騎士にふさわしいの？正解ではないが正解に近いな。俺ではない、ナナリーの騎士だ。俺はいつまでも守れるわけじゃない。ナナリーが信頼できる相手、そしてナナリーを大切に思い守ってくれる騎士が必要なんだ。だんだんこの辺りも物騒になってきているからな。まあお前が最近学校を休んでよく外に出かけているのは知っている。でもそちらはどうとでもなるんだ。いや、なるはずなんだ。まあこの件はまだ検討中だ。だがお前も騎士候補に上がっていることを頭の片隅に置いておいてくれ。
あ、座ってくれ。私は黒の騎士団の幹部にした。ああ、そうだ。私だけではない。全ての幹部がそれを望んでいる。これまでのお前の活躍は黒の騎士団の勝利に貢献している。そうだ。権限と責任が増える。やってもらう仕事も増える。そういうことだ。どうした？悪い話ではないと思うが。なるほど。わかった。疑われることは避けるべきだ。もうしばらく保留にして。今日はそれだけ。